はようございます。本日は2023年の3月26日日曜日、今朝の10時過ぎなんですが、たくさんの人が歩いています。ここはアメリカ合衆国の首都ワシントン DC、 向こうに見えているのはとても美しいですね、ワシントン記念塔です。こんなに多くの方が集まっている理由は、おそらく今から私が行くところにあるものだと思います。これですね、桜がたくさん咲いています。このワシントン DC は全米でも屈指の桜の名所として有名です。桜がたくさん咲いていて美しいのはもちろんなんですけど、いくら日曜日とはいえ想像以上の人が集まっていてすごい驚いてます。アメリカ人も桜が好きなんですね。桜だけじゃなくて菜の花みたいな黄色いお花も咲いてます。何の花かは分かりません。このワシントン記念塔はパリのエッフェル塔ができるまでのわずか4年間とかですが、世界で一番高い建築物だったらしいです。そしてこの周りにはタコ、カイトみたいなものを飛ばしている方がたくさんいらっしゃいますね。すごいのどか、いい雰囲気。本当に多くの方が集まっていますが、このワシントン DC では毎年3月の下旬から4月の上旬ぐらいまでかな、ちょっと詳しい期間は分かんないんですけど、チェリーブラッサムフェスティバルみたいな感じで、ワシントンは50州どこにも属さないコロンビア特別自治区っていう、特別な行政区みたいな感じなんですけど、そこが区を挙げてやっている桜のイベントが開催されています。全米最大の桜の名所は日本に由来するものなんです。これは私が見つけたあるブログ記事からの引用なんですけど、もともとワシントン DC に一番最初に桜の木が植えられたのは、これは日本からの寄贈なんですけど1909年だそうです。で、翌年アメリカにその桜の木が到着して2000本の桜の木の検閲が行われたんですが、そこで害虫が発見され、結果その桜の木は全て燃やされてしまったそうなんです。1910年の時点で。ただそれを乗り越えて2回目、1912年2年後にもう一度日本から桜の木を、そして今度はさらに上回る3020本の桜の木を、アメリカに持って行って、それが無事植えられて、それがこうして今でも、もう今見ると明らかに3020本より増えていると思うんですけど、そうして100年経った今でもワシントン DC の方々に愛されている桜となっているわけです。もちろん日本から桜を送った人、そしてその受け取った桜を大切に受け継いで育ててきたアメリカの方、その日米双方の友好の証として、こんなワシントン DC というホワイトハウスも近くにあるようなアメリカの首都のこんなど真ん中に桜の木が今でもこうして大切に植えられているというのは、私日本人としてはとても嬉しい、心温まるようなそんなお話です。今私がいるここはタイダルベースンというワシントン DC 桜で検索すると必ず上位に表示されるような、本当に名所中の名所みたいなところです。ワシントン DC にはポトマック川という大きな川が流れていて、その横から脇から出て軽く湾みたいになっているところが、タイダルベースンですね。ちょうど目の前に水が見えますが、それです。こんな感じです。水辺の周りに桜がたくさん植えてあって、こういう灯籠なんかもあったりします。ウェディングフォトを撮っているアメリカ人の姿も見えます。桜を選んでいただいて日本人としては嬉しいですね。これがタイダルベースンです。タイダルベースンの周りを歩いていったらマーティン・ルーサー・キング・ジュニアさんがいました。ワシントンはさすがアメリカの首都なので、それこそ日本の京都とかイギリスのロンドンみたいに少し歩けば歴史的スーパー観光地、建造物みたいなのがめちゃくちゃ密集してて、ちょっと歩くとなんか知ってるやつだみたいなものがすごいたくさんあります。ナショナルチェリーブラッサムフェスティバルはアナが協賛しているんですね。出店みたいなのもたくさんありますし、あとは向こうにステージ会場みたいなのがあって、
多分タイムラインによってはあそこで誰かがパフォーマンスをしたりなんかするんだと思います。これタイダルベースンで、現在地多分この辺で、ここがポトマック川なので、ちょっと川を見てからぐるーっと一周して、ちょっと最後ホワイトハウスがこうか、さっきのワシントン記念塔、ちょっと最後ホワイトハウスを見に行ってみましょう。ここいいですね。ちょうどタイダルベースン半分ぐらい来たんですが、ワシントンモニュメントが水面に反射してとても綺麗です。ちなみにここはフランクリン・ルーズベルト・メモリアルと書いてありますね。ここにあるこれも灯籠なのかな、なんかまあこういう石で作ったやつ、これは1957年に、横浜から、送られたそうです。平沼良三さんっていう当時の横浜市長が有効な証として送られたそうですね。昨日おとといと雨だったからかもしれませんが、タイダルベースの水が増水してますね。なんか水の上に浮かぶベンチみたいな現代アートのようになってます。おいけた。唐突にソフトボールのグラウンドが現れました。こういうところはアメリカらしいですね。アメリカのソフトボールといえば元アメリカ代表のブストス選手を思い出します。ここに長い橋がいくつもかかってますけど、この大きな川がポトマック川だそうです。あんまり川沿いは桜の木っていう感じはないんですけど、ただこのイーストポトマックパークにも続々と車が入ってきて、多分これからもっと桜を見に来るお客さんが増えるのかなっていう感じがしますね。階段もちゃんと自転車用にレーンが敷いてあるのが優しいですね。結局持って運ぶみたいですけど。これだけ多くの方が来ているので、当然トイレは長蛇の列、長蛇ってほどでもないか、それなりに並んでます。あと向こうの方に仮設トイレもあります。これはアメリカ建国にも深く携わった第3代大統領トーマス・ジェファーソンのメモリアルです。トーマス・ジェファーソンメモリアル、正面はこんな感じです。で、大体もうこのタイダルベースンをほぼ一周してきましたね。1時間半近くかけてタイダルベースンを一周してきましたが、朝よりも明らかに人が増えてます。今お昼の12時半過ぎぐらいなので、午後にかけてまだまだ人が増えるかもしれません。車のナンバーを見ると、ほとんどの方がポトマック川の対岸バージニア州から来ていることが分かります。こちらは芸人による芸人のための番組でおなじみのエイブラハム・リンカーンのメモリアルです。人がたくさんいらっしゃいますね。このリンカーンメモリアルのちょうど正面にまっすぐ水が張られてるんですけど、その直線上にさっき見たワシントン記念塔があり、さらにその後ろ、ちょっとこのレンズで望遠ができないので見づらくて申し訳ないですが、奥にはアメリカ合衆国の、国会ですね、国会議事堂もあります。おそらく条件によってはここの水に記念塔が反射してとても美しい景色が見られるんだと思うんですけど、今日はちょっと風が強くて波立っているので、なかなかうまいことは見れません。ここはワールドウォー2のメモリアル、第二次世界大戦記念碑だそうです。ジョージ・ワシントンザ・マンと書いてありますね。Oh yeah. お弁当持ってきてブルーシート敷いてお花の下で食べたりするって、日本の花見と全く同じなんで、そういった文化がアメリカにあるのも素晴らしいですね。タコが一気墜落してきました。ここいいですよ。桜とワシントン記念塔がいっぺんに見えるいい撮影スポットです。最後にちょっとここから近いホワイトハウスを見てこの動画を終わりにしようと思います。そもそもホワイトハウスって一般人がどこまで近寄れるかどうか全然知らないんですけど、どうなんでしょうかね。こんだけタコが多いのはちょうど今日カイトフェスティバルというイベントをやってるからなんですね。
ちょうど正面に見えるこの建物、これが多分ホワイトハウスですよね。ホワイトハウスの前は芝生の広場が広がっていて、こういうのなかなか日本だとないですよね。ホワイトハウスはこの前の柵みたいな、ここまで来ることができました。こんぐらいの距離で見れれば十分ですよね。ということで本日はワシントン DC で開催されているチェリーブラッサムフェスティバルに、来てみました。本当に思った以上に桜もすごい、こんなこと言っては失礼ですけど、すごい立派に咲き誇っていて、で多くの方の人気を集めているイベントなんだなと、桜がアメリカでも愛されていて日本人の一人としてとても嬉しく思いました。ということでご視聴ありがとうございました。